こんにちは、小太郎です。当位のゲーム部屋は当位さんがプレイ済みのゲームを僕と一緒にネタバレマシマシで遊んでいくチャンネルです。今回の動画はグランブルーファンタジーです。この前肉集めが早いデバイスの動画作ったじゃん。この動画だね。まさか最新の PC が iPad mini に負けるとは思ってなかった。それは動画のネタバレだよ。まあネタバレマシマシのチャンネルだからいいか。それで今回はその最新 PC のリベンジマッチ iPad mini との一騎打ちを 200Hz でやるよ。5000情報線の半分は 200Hz 周回だもんね。むしろこっちで早いことの方が大切まであるね。それじゃあ対決のルールから説明するね。今回は最新 PC と iPad mini 第6世代でどちらがより早く 200Hz を走れるか見ていくよ。同じ編成の大体同じ展開の録画で比較していくんだね。なるべく事故ってなくてターン数とかダメージ割合が大体同じ回を使うよ。それから今回は実際の周回と同じような状況にするよ。 YouTube を見ながら周回するんだね。画面の大きい PC と iPad でグラブルだけ開いてるの不自然だもんね。これなら PC の複数処理能力がしっかりいきそうだよね。 iPad mini がどこまでいけるか結構楽しみかも。ブラウザは前回と同じく PC はエッジで iPad mini はスカイリープだよ。ただし Chrome の隠し設定を変えてグラブルを快適にするってよ。こちらのノートを参考にエッジの設定をいじってあるよ。これは一般的な設定とは異なりますので、ご自身の PC で行う場合は必ず自己責任で行ってください。動作が不安定になったとしても誰も責任取らないからね。この設定変更で効果があるかも注目ポイントだね。そして録画だけど今回は両方ともキャプチャーボードで録画して録画の負荷をなくすよ。これは iPad mini の負担が軽くなるから結果に影響ありそうだね。これの影響で PC は 180Hz のリフレッシュレートを使えないよ。キャプチャーボードには 60Hz で出力される影響だね。これがどのくらい影響するかわからないんだけどモニターのリフレッシュレートが影響するってまことしやかにささやかれるから気にはなるけど iPad mini と同じ 60Hz でやる方が対決としてはフェアな気がするから今回はこれでいくよ。あとは熱の問題だけど iPad mini は充電しながら撮影するの？これ結構迷ったんだけど充電の発熱が原因で動作が重くなる可能性は高くて、でも充電がメリメリ減りながら古戦場回るのかって話に折り合いつけるのはちょっと難しいから今回は iPad mini を充電しながらデスク用の扇風機で冷やすよ。中間点を取ったわけだね。じゃあ PC にも扇風機当ててあげれば？そうだね。どうせ冷却は足りてると思うけどフェアにしたいから PC も同じ扇風機で冷却することにしよう。あと通信方法は今回も同じ Wi-Fi に接続するよ。 PC だけ有線にするのはずるいもんね。前回の動画のコメントに今の最速は iPad Pro の有線接続って共有があったから爆速にしたい人は有線接続でやるといいよ。今回のレギュレーションはあくまで Wi-Fi ってことだね。続いて PC と iPad mini の性能紹介。前回もしたよね。前回のはかなりカジュアルなやつだからもう少し詳しい性能紹介ね。デバイスの性能は一般的にベンチマークソフトで計測するんだけど Windows の PC と iPad mini の両方に対応してる Geekbench 6を使うよ。本来は同じ OS 同士で比較した方がいいんだよね。そうだね。特に Apple 製品は数字上の性能以上にソフトとハードのチューニングがうまいから実際に使うとすごく快適に動くんだよね。今回は便宜上ってことだね。そういうことです。それで結果はこんな感じ。数字は PC の方が高いね。まあこれは当然というか当たり前というかむしろ iPad mini のスコア高いなって感じ。前回の結果は硬直を差し引いても PC とほぼ同速だったから今回の結果がますます気になる。おそらくグラブルだけの話ならシングルのスコアが重要で YouTube 再生の部分はマルチと GPU 性能かな。シングルで言うと差はかなり少ないね。この辺りが前回の結果につながってるのかもね。参考までに PC の GPU について話すと Ryzen7 7840HS に内蔵されてるのは Radeon 780M って GPU でスコアで言うと GeForce GTX 1060とほぼ同じ GTX 1650からは 1,2 割を取るって感じだね。 1080p のゲームなら割と遊べる性能だったよね。ゲームごとにグラフィック設定を調整すれば 120W 電源のミニ PC で普通に遊べるからイニシャルコストもランニングコストも抑えるならすごくおすすめ。グラブルなら必要十分って気がするね。 iPad mini の GPU も内蔵型なんだけどゲーシンとカスターレールくらいなら快適に動くよ。スマホだとかなり高いモデルじゃないと快適に遊べない原神ね。でも iPad mini の弱点があってゲームを遊ぶと発熱がかなり増えて排熱が追いつかなくなると動作が制限されて重くなるよ。目に見えてフレームレートが下がるんだよね。動画視聴とかグラブルくらいなら
熱が気になることはないから、スマホと PC の中間、自宅では画面の小さいスマホを休ませて iPad mini をメインで使うといいよね。出先でも電車で座ってる時とかカフェで落ち着いてる時は iPad mini の画面がちょうどいい大きさだよね。今回の検証ではそんなちょうどいい大きさと性能の iPad mini でグラブルやると PC とどのくらい違うのかってところがポイントだね。それじゃあいよいよレースを始めるよ。全く同じ戦闘をシミュレーションするなら木人を殴るってのがあるけど、今回はあくまで古戦場でのレースを楽しむ感じだね。映像とタイマーは5倍速にしてあるから約90秒間お付き合いください。それでは用意スタート。それではここで周回と同時に再生している動画のご紹介です。画面右手ではポケモンカード GB の実況シリーズを再生しています。1動画で約1000という短い実況シリーズです。カードゲームに詳しくない人でも状況がわかるようにカードやルールの解説を交えつつ、当時のカードデザインも楽しめる懐かしくも初見さんにもおすすめの動画です。電車移動の合間や休憩時間などのお供にぜひご視聴ください。画面左手ではポケモンコロシアムの実況シリーズを再生しています。ルビーサファイア時代に発売されたゲームキューブ用のソフトです。2匹のポケモンを出して戦うダブルバトル専門のゲームで、心を閉ざしたポケモンを対戦相手から奪い取り、心を解放するとルビーサファイアに連れてくることができます。ポケモンに詳しくなくても対戦を楽しめるように、ポケモンや技、タイプ相性など様々な解説を見ながら、懐かしいのに現役で活躍している 3D のポケモンたちを楽しめて、初見から当時のキッズまで幅広い世代におすすめです。食事や家事のお供としても休日の余暇としてもぜひご視聴ください。動画の再生リストは概要欄にありますので、グラブル以外の動画シリーズもお試しで1本から再生をお願いします。実は他のゲームの動画を作ることでグラブルの動画の質が上がってます。ゲームごとに編集の雰囲気が違ったり、見てて楽しめるように常に新しい編集技法を模索しています。グラブル動画の品質向上につながりますので、他の動画もご視聴と高評価で応援お願いします。さて、ゴールは間もなく、果たして PC は前回の結果を覆せるのでしょうか。両者とも最後のターン。ここで両者ほぼ同時に終了。それで結果を見ていくけど、なんと PC の方が4秒遅く終わってるんだよね。まさか今回も PC が負けたってことを。タイムだけで言えば採用した録画次第ではあるんだけど、両方とも16ターンでフィニッシュしてて、メイダスが落ちてない展開、ダメージ割合もほぼ同じだったんだよね。使えるアビリティの回数も同じだから、ほぼ同じ戦闘でほぼ同じタイムが出たって感じ。4秒の差は誤差と見るか、 PC なのに4秒も誤差が出ると見るか、解釈は難しいところだね。前向きに考えると、グラブルのフルオート周回は iPad mini でも PC でも大差ないから、好きな方でやっていいってことかな。ヒヒホリのリロ殴りとかは PC の方が圧倒的みたいだけど、動画見ながらフルオートで放置できるなら、楽な姿勢でできる iPad mini は結構魅力的かも。前回の動画も合わせて考えるとよりそう思うよね。結局グラブルに一番大事なのは回線の速さと安定性なんだと思うよ。10年前のスマホでも遊べてたゲームだもんね。皆さんも古戦場の周回は高速で安定したネット環境に課金して臨みましょう。ちなみに使ってる回線は楽天光の IPv6 のクロスパスだよ。 IPOE 方式という接続方式であれば、どの会社の光回線を使っても速度と安定性が高くなるので、興味のある人は一度調べてみてください。今回の動画が役に立ちそうだと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。次回の動画もご期待ください。そろそろいい時間になってきたので、今回はここまで。次回へ続く。